今日はお金のお話をしたいと思います。今までね、インスタのメッセージだったり、コメント欄開けてた時もそうだし、あと生配信でもね、結構ちらほら見るお声ですね。私の収益とか使い道とか、日韓夫婦のお金管理の事情、完全にうちの事情になります。だから日韓夫婦というよりもうちの事情だったりとか、そういったことをちょっとお話ししようかなと思います。あくまでもこれは本当に質問が多くってで、結構嘘の情報も、私がすごいお金遣いが荒いとか、いろんなね嘘の情報があたかも本当かのようにいろいろと流れているので、それについてもちょっとね違うんだよっていうのを取らせていただきます。ネットの情報は鵜呑みにしないでほしいです。私だけじゃなくて他の方もそうだと思います。YouTuber さんと会う機会があって話してると、もうあんな嘘書かれまくってっていう方本当に多いです。で、実際ね、私もちょっともう本当に言う場所はないですけど、こういう場所で時本さんが視聴者の悪口言ってましたとか書かれるんですけど、これ完全に嘘ですからね。私視聴者さんの悪口なんか絶対言ったことないから、もう本当にこの嘘だけが一番嫌ということで、そういうことについてよりも、今回はね、今まで質問とか疑問ですごく多くいただいたお金の話をしていきます。で、最初に前置きとして、さっきも触れましたが、韓国の日韓夫婦のお金事情はこうだ、やり方お金管理はこうだっていうわけではなく、我が家のお金管理方法です。まずね、お金の管理方法なんですけど、私が稼いだ収益は私の口座に、くまさんの稼いだ収益はくまさんの口座にという形で、全くお財布は別々です。普段持ってるお財布も完全に口座、銀行の方も全く別々です。お互い持ってる貯金額から毎月稼いでる収益一切ノータッチだから、私これね、そうしようって決めたとかじゃなくって、結婚してそのまま流れでこうなってるだけで、多分ね、結婚した方ってそういうのを多分決めることがね普通なんだろうかもしれないし、話し合うのかもしれないんですけど、うちの場合は学生の頃から付き合ったりね、遠距離期間があったり、韓国に来てからね、私が語学堂の間の結婚前の期間があったりとかね、ちょっと結婚してんのかしてないのか、ちょっと微妙な時期があってからの結婚だったので、流れでそのままさらっとこういう形ができたパターンですね。でもやっぱり一緒に生活してると出ていく出費があるじゃないですか。で、そこに関してなんですけど、まず家はジョンセで借りてます。ジョンセって何回もね動画でも言ったかもしれないんですけど、韓国には家を借りるシステムとして、月額払う日本と同じスタイルと、あとジョンセっていう大きなまとまった金額を、住んでる間だけボンと一括で預けて、出る時にまたそれを返してもらう。つまり大家さんは金利でやっていく感じですね。なので私たちからも特に支払うお金もなく、とりあえず管理費だけって感じですね。くまさんがその毎月の管理費は支払ってくれてます。あと電気代とか水道代、光熱費とかはくまさんが払ってます。で、それ以外が私って感じかな。日用品とか生活用品買ったり、食費ですね。そういったとこは私が払ってますっていう形で、ちょっと出費の方は成り立ってるかなって。必要なもの、外食の時はね、私とくまさんでどっちが払うかいろいろです。私が出す時もあればくまさんが出す時もあるかな。で、お互い欲しいものがある時はお互い別々で自分で勝手に買うみたいな、誕生日の時はあげるしみたいな感じですね。で、こっからが多分皆さんが一番気になってる部分だと思うんですけど、私の収益についてですね。皆さんもご存知の通り YouTube もあるんですけど、韓国でのね日本語教員の給料と、あとちょっと他でお仕事もちょっとやってるんですけど、そっちですね、くまさんとはなったりあとその他もろもろか、それ以外もちょっとありますね、やってることが。なのでちょっと4つかな、大きく分けて4つから収益ができております。で、くまさんはまた別です。一緒にやってる仕事の方からと、あと自分の会社とかとみたいな感じでっていうので、お互い収益を得てます。で、これ金額なんですけど、どうなんだろう、私よくわかんないんですけど、私が言いたくないというよりも、最近だと YouTuber さん言ってる方多かったりするんですけど、もともとダメじゃなかったですか？私そこの基準がはっきりしてないから怖くて言えないっていうのもあるし、なのでちょっととりあえずね、金額生々しいから、とりあえずそれは置いといて、ここから私が毎月どれぐらい使ってるか、よくすごい毎月ホストクラブですごい使ってて、いや、私何回も言いましたけど、通ってる人じゃありません。昔行ったことがあるんですよの人です。
無駄遣いする派じゃないし、むしろ私ケチなタイプなので、お金はね、動画とかでしっかりこれ注文してこれとかいう時の動画に使うための費用はそこそこ使いますが、それ以外の出費はもう普通だし、むしろちょっと少ない方かもしれないです。ちなみにこれ私が使ってる毎月のお金、普段使ってるお金は YouTube 収益からは使ってません。 YouTube 収益は全部貯金してます。貯金って銀行に入れちゃってますが、これも話もちょっとね一旦触れるから置いといて、で日本語教員とか他のとこからの仕事の得たお金を普段使うお金にしてます。でも YouTube で動画を撮るときにいろいろと経費みたいな感じなのかな。で使ったお金っていうのはYouTube から出してるって感じですね。 YouTube のお金から、それだけはそっちみたいな。でカードは分けてるんですよ。これについて今から話そう。まず私のお金は入ってくる収益のものを銀行ごとにカードでもう分けてます。だからここの銀行にはこの YouTube から入るものが入って、こっちの銀行には日本語教員とかそっちから入るお金がここに入って、でこっちの銀行の口座ではドルで完全に管理してるって感じ。だから私銀行3つ使ってるんですね。一般的な韓国の銀行2つで、日本の銀行の口座もあるんですけど、そっちはとりあえず置いといて、で1個の銀行はドルで管理してます。つまりある程度ボンと貯まったものはこっちのドルに全部換金してドルで持ってます。 YouTube で収益得たものはこっちに定期で入れてたりもするんですけど、ドルに変えてたりもします。なので私の持ってる金額の中ではちょっとドルが多いですね。割合として。なんかよく YouTube で得たお金で豪遊してるとかあるんですけど、私は一切してません。もう肉選ぶ時でもちょっと高いなこの肉でめちゃくちゃ迷うから。あと何か野菜とか何か果物とか食品買う時でも、よしこの時間に行ったら今セール時間で割引めっちゃ効いてるわ、よし行こうってしっかり節約生活なんで。っていうのも私は前動画でも言ったことがあると思うんですけど、今一人っ子なんですね。で地元の香川を離れて韓国に住んでるわけで、もちろん両親もね私だけなので、今後ね両親が年を取っていった時に2人ともやっぱりね仕事してるわけでちゃんと貯めてる蓄えもあるんですけど、それでもやっぱり自分のね身の回りを年取ってねちょっと体が不便になったりとかした時に、何かこう手助けしてくれる人が近くにいないっていうのはすごく不安だと思うし、韓国と日本で近いからいつでも帰れるっていうあれもあるんですけど、でも今後私が子供を産んだりだとかね子供を育てていく上ですぐに帰れない状況になった時にちょっと怖いなって思って、未来はどうなるか全然わからないからっていう、そういった将来へのねいろんな不安とかそういうのを含めて、今はね使う時じゃないって思って、備えあれば憂いなしですよ。本当にそれはそうで、できる限りのことは今努力していろんなことをね準備しておく、未来のための下準備をしておくっていうのは大事だなって思ってて、実際のところね、こういったちょっと深い事情で言うと、くまさんもね、くまさん兄弟妹さんがいらっしゃるんですけど、妹さんはもう完全にアメリカの方に行っちゃってて、そっちで多分結婚して暮らしてそうかなって感じになるので、実際くまさんのお母さんお父さんを見るのも私ってしかいないって感じになってくると、そうですね、体は一つなのでどっちかに日本か韓国かにいてどっちもってなってくると大変になるじゃないですか。ちょっとね不可能なことも多いなっていうので、なんかやっぱり備えがあっても厳しいとこもあると思うからこそ、できるだけ備えれる部分は備えて準備して後に後悔がないように、あの時準備しといてよかったなってなるようにしたいなって思って、私はちょっと貯めておくことが大事だなと思ってます。ただそこでこういったYouTube とかで紹介皆さんにするものをケチったりとかそういうのは一切しちゃダメだと私自身は思ってるから、できるだけそこはね、しないようにしてちゃんと情報提供がいろいろできるようにとか、いろいろと抜けてる部分があって、皆さんもね不便な部分は動画見てて思うかもしれなくって、私も本当に器用なタイプではないので、みんなに言われる抜けてるって抜けてる説明甘いし、もう結構ボケボケタイプなんでね。でもできる限りのことは動画でもね最大限そこはちゃんとケチらずにやっていこうと思って、毎回にいろいろとちょっと注文して豪華に食べてますけど、やるべきところには使った方がいいなとは思ってるので、こういう形でやってます。あと貯める理由としては子供ですよね。子供ができた時に私はちょっと子供はたくさん欲しいなって思ってて、子供が生まれた時にもかかるだろうし、子供が大きくなってから、私もね実際ロシアに留学したりとかいろいろと結構大きなお金がね必要な時が何回もあっ
ってそれを全部両親に出してもらったんですね、ありがたいことに。だからそういうのも含めて、次は私が自分の産んだ子供に全部してあげなきゃいけないなって思ったら、子供たくさんいるとその分倍のってかかってくるじゃないですか。子供がすごい不便なくちゃんとやりたいことをやれる環境を作ってあげたいなっていう気持ちも、そういうのとかも考えると、もうさらにね、親の老後、子供の成長とかでもお金ってどれだけいるんだろうっていう、もう想像もつかないぐらいいると思うから、だからやっぱり必要だなと思うので、若い頃はねちょっといいものを買ったりとかして無駄遣いもしたけど、ちょっとそういう年齢じゃなくなったんだなって思って、お金を貯めておくのは大事だなって。でも使い時っていうのがあるから、若い頃にねちょっとおしゃれなもの買っていいもの買っちゃったとかもでもいいと思います。本当に使う時期の問題だと思うから、私は今この年になって自分に使う年は終わったなって思うようになったから、時間もそうだし、今もね時間がすごいちょっと結構忙しくてバタバタしてるんですけど、なんか私の時間っていうのは今はもう自分のために使う時間じゃなくって、これからは人のために使う時間に切り替わっていく時期だなって思いました。思ってます。思うようになりましたから、なんか年齢ちょうどね悩む年齢なのかなこの時期って思ったりもします。こういう感じでちょっと今回はお金についてのお話をさせていただきました。ちょっと皆様が期待した話じゃなかったのかもしれないし、よくわからないですが、こういった形で私がいろいろとね考えていることだったりを含めてお話しさせていただきました。で、たまにねこういったような動画も出すのもいいかなって思ってます。とぎもちのね日常の食事の時もそうだし、モーニングルーティンだったり、私が好きな普段買ってるものとか、なんかそういった部分もねもっぱんも含めていろいろとやっていけたらなと思います。以上、とぎもちのお金事情の動画でした。